うわ、なんか、うわ、服破けた、最悪。ざっけんね。ここ破けました。知らん。はい、皆さん、こんにちは。車の大辞典、カッカシロピーです。今回は、こちらをちょっと購入したので、これをちょっと紹介していこうと思います。アイリスオーヤマのリンサークリーナー。カーペットリンサーですね。で、これ何がすごいかって、金額が1万円以下。Amazon で割引が入って、9000いくらでした。買っちゃいましたよ。安っと思って。で、僕過去にいろいろカーペットリンサー紹介してきたんですが、ケルヒャーのやつ、業務用のタイプ、あれは DMM レンタルでレンタルをしたんだけども、実際に買うってなると7万から8万、そんなお金出せないんですよ。でカーペットリンサー気になってる人、欲しい人もたくさんいる中で、やっぱ7万8万は手が出ないと。でその次にやったのが、視聴者さんに教えてもらったやつで、ベッセルのカーペットリンサー、それが2万ちょいだったかな。やっぱ7万8万から2万になったので、安っと思ったんですよ。けどやっぱよくよく考えてみると、2万もちょっとハードル高いなと。でそこで見つけたのがこの1万円以下。1万円以下だったらなんとか手を出せるんではないのかなと。けどやっぱ重要なのはその性能。1万円なりの性能だったら、いらないでしょ。やっぱそこなんですよね。これに1万円を出せるかどうかで、ケルヒャーのやつもあれに7万円8万円出せるかどうか、そこ結構重要になってくると思うんですよ。だから実際に使ってみて、吸引力とか見て、1万円の価値があるのかどうかっていうのを見ていこうと思います。そしたら早速ちょっとサイズ感とかも見たいので、パッと見て、もう車の方にすぐにちょっと移りたいと思います。大きさは、過去に購入したベッセルのものと比べると箱は半分ぐらいのサイズですよね。アイリスオーヤマっていうのがね、やっぱいいですよ。説明書いろいろありますね。これがヘッドね。じゃんと結構小ぶりで、ホース、いいんじゃない？いいんじゃない？いや、なんか正直このサイズで十分だと僕は思っていて、ケルヒャーのやつもっとでかいんですよ。こんなんあって、あれをね満タンにするのは結構ねしんどいですよ。そう考えるとこの大きさでいいし、満タンになったら捨てればいい話なので、いいんじゃないですか。これぐらいの方が収納もしやすいっていうのもあるし、ケルヒャーのやつあれね、車屋さんとかある程度環境が整ってないと、あれは邪魔ですよ。なんかね、やっぱ安心感ありますね。100V です。この辺はしょうがないとして。こういうことね。抜けないわ。いい。なんかホースもチャッチーかなと思ったんですが、結構丈夫そう。1万円だったらいいんじゃない？ちょっと使ってみないと何とも言えないけど。サイズ感はとりあえずこんな感じです。結構小ぶりです。そしたら実際に車の方に移って、吸引力だったり汚れがしっかり落とせるのか、どういった変化があるのか、ちょっとその辺を見ていこうと思います。はい、そしたら今からちょっと実際に使っていこうと思ったんですが、ちょっとあれと思ったのが、この容量、これぐらいで十分だと思ってたんです。これがねマックスだと思ってたんです、僕は完全に。そしたらまさかの満水、この位置っていう、めちゃめちゃ低い。捨てればいい話なんですよ。これもねなんだけども、思っていた以上にちょっと少なかったです。びっくりした。そしたら実際に使っていきますか。で使い方としては、このレバーを引くとここから水が出てくるんですよね。でこのブラシを使いながらちょっとゴシゴシしてこの汚れを吸っていくと。なのでここにまず水を入れます。でこれ入れるものは水道水または重曹とか、要は食器用洗剤みたいな泡が出るようなものはあんま良くないみたいです。とりあえずちょっとやってみましょうか。そしたらこれに水を入れていきます。でこの後ろのキャップ、ここから水を入れるみたいです。よし、こんな感じでいいのかな。入れました。そしたらちょっと電源を入れていきますか。コンセントをつなぎます。で電源、これをオンにすると。でこのレバーを握ると水が出てるね。なんか水の出が弱い。なんかビチャビチャ。一応出てるか。じゃあちょっと使ってみます。はい、そしたらこの部分がすごい汚れているので、ここをリンサーを使って汚れが落ちるのかどうかやってみます。
でちょっとルークリー洗剤使おうと思ったんですが、あんまね泡立つものが良くないみたいで、ここに入れる水、これもお湯または水道水または重曹と、あとはアルカリ電解水とかそういうものがいいみたいです。泡立たないものがいいみたいなので、ルークリー洗剤とか、あと、ジョイとか食器用洗剤を使うのはあんま良くないみたいです。なんか機械に良くないみたいね。なので以前購入したアルカリ電解水、ダイソーで購入したやつです。これを使ってやっていきますか。どうしよう、いつもブラシ使うんだけど、ブラシ使わずにいきますかね。手荒れの原因になるので手袋をしっかりしましょう。そしたらやっていきます。映るかな。わあ、茶色い汚れが汚ね。泡あった方がいい感じに取れそうなんだけど、あんま泡あると良くないみたい。悪くない。汚れ、ここがねちょっとやりきれてないね。なんかこの辺は綺麗になったんですが、ここがちょっとまだ汚れているので、この辺をちょっと追加でやっていきます。で今吹きかけてるんですが、普通にここに入れてちょっとブラシでこすりながら、こういう感じですね、やるのもあり。もうこれだけでも結構綺麗になってるんですよ。なんかいつも思うんですよ、これでゴシゴシやりながら吸ってくって結構ね難しい。なのでブラシを結構別で用意しちゃっています。こういった G 音のブラシとか、これをちょっと使って軽く、これだけでだいぶ今汚れ落ちましたね、一気に。であとは吸っていく。汚いの出てる。これでだいぶ綺麗になりましたね。で触った感じはやっぱ、びちょびちょまではいかないけど湿ってはいます。表面がちょっと濡れてるような感じ。すぐに乾くとは思うんですが、これはもうリンサーはもうしょうがないですね。こうなっちゃいます。こっちと全然違う。ここもちょっとやってみたいな。今言ってたのがここですね。ここも、茶色くなっているのでちょっとやっていきますか。かけすぎると染み込みすぎちゃうので、その辺はちょっと注意しながらやってください。でこういう汚れってねどんどん寄ってくんですよね。さっきやったこっちまで進出したり、これがねちょっと嫌なところ。一部だけやろうっていうのは結構難しいですね、やっぱり。ですごい簡易的なやり方で言うと、ここ吸った後にあとはもうタオルでポンポンする。それでも大丈夫なんだけども、ちょっと吸える範囲が狭い、表面しか吸えないので、それをリンサーでがっつり吸ってもらうみたいな感じですよね。ちょっと吸っていきます。いい感じです。綺麗になりました。うわー、今水がちょっとずつ溜まってるんですが、汚ね。汚ね。こういった感じです。コーヒーのような汚れですね。でまだまだ満水じゃないので、結構十分ですね。なんか足んないんじゃねえかって言ってたんですが、こっち側まだ入ってないんで、満水がここですよね。まだ半分も全然到達してないです。4分の1ってとこですかね。ちょっと他のところもやってみます。この辺ちょっとやっていきます。みんなどうやってあんな映えな感じで撮れてんだろうね。泡とかあった方がいいんだろうけど。いきます。うわー、すげえ。うわー、来たねー。やば、何があったの。汚い。じゃあ続いて座面やってみますか。どれだけ汚れてるのか。わあ、綺麗になった。で今更なんですが、ちょっと分かったことが一つあります。これが1万円以内で買える多分理由の一つでもあるんじゃないかな。どうなんだろう。このレバーを押すと水がピュッピュ出てくるんですよ。
で今まで使ったやつは電源をオンにして自動でピュッてやるとビューッとこう水が出続けるけど、これは霧吹きみたいな感じ、こういうことです。だから、例えばこう上にした状態でこうやると出ないんですよね、もう水が。なんか下向きじゃないと水が出ないっていう問題がちょっとあります。今更結構やってたんだけど、僕もう完全に自動だと思ってたから、自動でこうビューってやりながら出てんのかなと思いながら、だけどなんか水を吸っていく勢いがちょっと弱いなと思ってたんですよ。そしたら電源入ってなくてもなんか水出るわと思って、そしたらまさかの霧吹きですね。フロアマットを外したので、あの部分軽くやってって終わりにしようと思います。でアルカリ電解水もほぼなくなっちゃったので、すごい薄めたループリーでやっていきます。やばい、結構薄めたんだけど。あとこの水出す時やっぱ疲れるな、これね、この作業。吸ってきます。泡がすごいやばい。なんとなく分かった、この使い心地っていうのかな。とりあえずどれだけの汚れが取れたか見て終わりにしようと思います。結構やったんですが、まだまだ満水の位置まではいきませんね。十分ですね。車1台十分だと思います。これで見やすい、この汚れが取れてる感じが。今までのやつだとこう、横から見てもこのケースが黒っぽかったり、黒だったっけな、こんな見やすくなかったと思うんですよ。なんかバケツに出さないと分かんない感じだったんですが、これはすごい見やすいです。ここから汚れを抜きます。あれ滑る、取れた。抜きます。汚ね、マジで汚ね。こういった感じですね。なるほどね。いつもこのリンサー使うとシートってすげえ汚ねんだなって思います。パッと見は綺麗でもこのように汚れているということですよ。皆さんのお車も綺麗に思えて汗とか染み込んでいるので、大体の人結構車乗ってればこうなってるとは思います。はい、終わり。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回は、アイリスオーヤマのリンスクリーナーを使って、お掃除をしてみました。で、最大のメリットは、金額でしょうね。やっぱ1万円以内で買えるっていうところは、すごいいいところだと思います。けど使ってみた感じ、安くていいんだけども、やっぱりここに入れた水を出す時、過去に使ってきたやつは電動で押し続ければずっと出続けるっていう仕様だったので、そういった意味ではちょっと使いづらいっていうわけではないけど、ちょっと疲れちゃう。ずっとスプレーしながらっていうのはちょっと疲れちゃうかな。やっぱこの水もね結構重要なんですよ。汚れを落として水をちょっと含ませて吸った方が吸いやすいっていうのかな。なのでこの水も結構使いたいので、その辺ちょっと面倒だったかな。あとは大きさはちょうどいいかな。小さくて小ぶりで保管もしやすいし、そんな量も使わないので大きさはちょうどいいと思います。で1万円で買うかどうかの話なんですよね。僕はここの水が自動でレバーでビューって出てきてくれてたら1万円はめちゃめちゃ安いなって言ってたと思うんですよ。けどこの機能ちょっと欲しい。1万3000円、1万5000円でもその機能がちょっと欲しいな。3000円、1万3000円ぐらいかな。でこのリンサーはあれば便利は便利なんですよ。けど使った感じそこまで優先順位が高いわけでもない。もう本当に車がしょっちゅう汚れちゃうとかそんな人もいないと思うし、一回使って当分使わなくなるケースが多いので、まだまだ需要としてはレンタルとかの方がいいのかなとは僕は思っています。であと使ってて思ったのが吸水性はすごいいいんですよ。結構面で当たってくれて吸ってるなっていう感じはするんですよ。けどここがねちょっと尖ってるっていうか、尖ってるまではいかないんですけど、このプラスチックの部分がたまにね布に引っかかったりするんですよ。それがちょっと怖い。
で、軽く置いたぐらいで吸うのは結構難しくて、結構ギュッとやりながら引いていかないと吸わない。なので引っかかってほつれないかなっていう感じがあるので、ちょっとそこら辺は怖い。保護のゴムとかあったらいいなとは思うんだけども、それがちょっと気になったかな。あとホースちょっとね短いんだけども、こいつが結構軽めなので、ケルヒャーに比べてはもうめちゃめちゃ軽いです。だからいろんなとこに置けるっていう意味では扱いやすかったと思いますけど、どうだろうね、今すぐ買った方がいいですよっていう感じにはちょっとなんないかな。リンサー全般に言えることなんだけども、やっぱり必需品まではいかないかなと僕は思っていますけど、汚れがちょっと目立つ、子供がちょっとこぼしちゃって、それもどうしても落としたいで、業者に頼むとちょっと高い、どうしよう、ちょっと買ってみたい、興味あるっていう方はいいと思います。とりあえず気になった方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。